皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が今回相手の方の四間飛車に対して私が天守閣美濃と呼ばれるね持久戦策を取りました。こちらの天守閣美濃はですね、以前昭和の時にはですね大流行しまして、プロ間でもね、一時はもう非常に有力な振り飛車対策とねされていました。近年ね他の対策ですね、特に飛車南馬を代表されるような作戦がいっぱい出てきた中でね採用率は下がってきてはいるんですけれども、非常に有力なね戦法であることは変わりがないので、考え方などをポイントなどもね大盤で解説していきますから、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。早速対局の方振り返っていきましょう。私は今回後手番ですのでね、こう前後が大相撲画面対局編と比べて逆になってしまいますけれども、逆のね方から見るということで楽しんでいただければなと思います。7六歩、3四歩、6六歩、6二金、1六歩、1四歩で7八銀、5四歩に6八飛車とね、相手の方は得意戦法が、三間飛車と確かなってたと思うんですけど、早めの端歩でね、様子を見た後に、四間飛車に、構えてこられましたね。この辺りもちろん1六歩に受けないで指す手もありますしね、いろんな指し方があるところではあります。はい、で6八飛車に対して4二玉で6七銀、8四歩、4八玉、3二玉、3八玉、5二金左、5二金右ですね。で7七角、5三銀に5八金左と8五歩とね、この8五歩は様子をね、5三銀と上がって持久戦もよりもできるんですけれども、1手8五歩ともう一回ついてね、3三角と上がるともう持久戦がはっきりするので、まだ8五歩とついて場合によっては、急戦もあるよという手ですね。はい、で8五歩に対して、先手が、4六歩とね、これちょっとひねった手ですよね。2八玉と寄って3八銀を急げば普通の形なんですけれども、4六歩は、場合によってはね3六歩3七桂で2九玉から3八金というね、これちょっと簡単な形なんですけど、近年ねこういう振り飛車側も美濃囲いではなくて囲いを工夫するという指し方がね出てきておりますね。これ2八玉と寄ってしまうとね2九玉と引くのが一手損になってしまいますから、この4六というのは、ちょっとこういった囲いのね含みですよね。もちろん玉寄って、本局もそうなんですけど美濃囲いに戻すこともできますからね、ちょっとひねった手ではあります。はい、4六歩に対して7四歩、これはもう3六歩だったらもう場合によっては6四銀でもうガンガン攻めてってね、美濃囲い完成する前、例えば3七桂とかですとね、7五歩とついて未完成のまま攻めていく手が一応考えられます。もちろんこれも形勢難しいですけれども、先手が不安定な時に攻めるという急戦があるので、本局ね、もう相手の方もね、どれぐらい、もしかしたら普通に美濃囲いそもそも予定だったかもしれないんですけど、急戦に対して2八玉と寄ったということですね。今度は6四銀に対しては3八銀と上がればね、一手で美濃囲いが完成しますからね、ある程度戦いやすいと言えます。で、2八玉に対してここでね、9四歩と1回突きました。これで様子見で、9四歩と受けてもね、別に何かがあるというわけではないんですけれども、先手の出方を見たということですね。もし例えば1八香だったら、穴熊を目指すんであれば急戦しちゃうかもよということですね。穴熊は完成に時間がかかると。実戦は9四歩に3八銀とね美濃囲いを完成させたのでねもちろんこれで急戦に出る手もあるんですけれども、先手の作戦がはっきりしたと。そうですね。でここで本局の私の作戦ですね。6四銀と出て急戦もあるんですけど、2四歩というのが、天守閣美濃と呼ばれるね囲いに組んでいく第一歩になります。2四歩とついて先手はね、3六と駒組みを進めるんですけど、2三玉とね角の頭に王様を上がってしまって、2六歩に3二銀とね、さあこれがね、左美濃の一種ですよね。美濃囲いの一種なんですけれども、角の上にね王様を持ってくるのをね、一般的に天守閣美濃と呼ばれる駒組みになります。この形がね非常に昭和の時、もう本当私が子供の時ですね、もう相当前なんで何十年前ですけど、すごく流行した時がありましてね、
まあ振り飛車と同じような、要するに同じ美濃囲いのような硬さを保てるというのがね大きな魅力で大流行した時期もあったんですけれども、徐々にね振り飛車側の対策も進歩しまして、この天守閣美濃のね、弱点もよく使われるようになってきたんですね。でそれによってね少しずつ居飛車側の採用率が下がってはきているんですけれども、今でもね、この形を好まれる、棋士の方もいますし、完全に消えた戦法とも言えないですね。で実際ね本局もこの2三玉のねこの天守閣美濃の、弱点をね、相手の方が先手の方がついて、そこをめぐるね戦いはずっと続いていきました。この後ね、はい、実際は3二銀と変わった時に3七桂と振り飛車が飛びまして4四金。さあ今度はね振り飛車側の見立てからいくと、これ天守閣美濃という戦いなんですけど、この天守閣美濃に対してはね、次の手、4五歩とついたんですけど、ここの位を取るというのはね、一つのポイントです。単純にね駒組みを進めるだけだったら4七金と上がって3三銀引くに、例えば2七銀と上がって、4四歩とついて3八金4三金、これでも全然悪くないですよ。先手の銀冠は非常に硬いんですが、ここのね4四歩4三金って形が組まれてこうキープできると、非常に手厚い格好に一応なるんですね、居飛車側もね。もちろんこれもほぼ互角、振り飛車側も十分戦えるんですけどね。本局のように銀冠にはできないんですけれども、4五歩とねついて3三銀とねこの4筋の位を取っとくっていうのがね一つコツになるんですね。でこれはどうしてコツになるかというのはこの後ご覧いただくんですけれども、3三銀引くに対して5六銀と上がりまして、で3一角と。ここでね8八飛車ともあったんですけれども、6五歩とついとく手もありましたかね。これ居飛車の番ですとね8六歩同歩同角というのが一つ、狙いとしてあるわけですね。同角なら同飛車でさばけますし、飛車を回れば8五歩とつないでおいてね、これも難しいんですけどね、こういう手が一応狙うんですね。でこの時6五ついてあると6六角とはかわして、うまいことこう重くできると。実戦はね、3一角に対して6五歩ではなくて8八飛車とね、これより手堅い受け方ですよね。より手堅い受け方も8六歩絶対来られないようにね。ただより手堅い受け方なんですけれども、こうやることで7五歩というね、本局もあるんですけど攻めが生じたわけですね。7五歩とついて同歩に7二飛車と、これが居飛車の狙い筋でして、この時に、もし 6五歩とついてるとこういう格好ですよね。6五歩とついてると飛車はね6五歩ですとこういう格好、もしこう仕掛けるとね6六角というのが受けの攻守になります。7五角とね出れそうなんですけど、7八飛車と乗るとこうね飛車が困っちゃうんですね。これ角を取ると飛車を抜かれてしまうと、この受けがあるので将棋って難しいですよね。この時に、8六歩を防ぐだけだったら飛車の方が手堅いんですよね。6五歩だと疲れちゃうかもしれないんでね、手堅いんですけど、手堅いがゆえに今度は7五歩とね仕掛けられたと。もちろんこれで形勢が悪くなるとかないんですけれども、受けたことによって受け方にねよってこう後手もね動けたというところがあるわけですね。で7二飛車に対して6五歩と、そして7五飛車と。1分持てるんでね非常に軽やかに桂頭角頭を攻めてね居飛車も不満がなしと。そして、7八飛車。ただこの7八飛車はねなるほどの一手ですね。これちょっとやっぱり気持ち悪いんですね。次3三角成同桂で飛車を取る手が一応ありますから、現状角が効いてるんでね7三桂と飛んだんですけれども、いつでもありますね。実際この7三桂に対して7六歩とね、なんかいかにもな手なんですけども、これをなんだこうタダじゃないかとね取っちゃうと、3三角成が取られてね、この角の紐が消えちゃうとね同桂に飛車取られて大失敗になっちゃうんでね、7六歩は一応罠の手ですね。7六歩に対しては、7四飛車とね引いておいて、これでね居飛車側も一歩持てたから、不満なさそうな感じですよね。さあここからですね、ここの次の手から、天守閣のね悩ましいところというかね、一歩持ててな感じで、次居飛車の番が来れば例えば6四歩とかついてね、例えば同歩同飛車みたいな感じで、この辺でずっと戦いになればねまずこう硬いんでねいいんですけど、ここでねいきなり2五歩と、これがね天守閣美濃の泣きどころなんですよね。実際本譜これでこの後ねこの2五歩ですぐさま潰れるわけじゃないんですけれども、やはり王様の上に直撃こうしてくるっていうのが気分があまり良くないですよね。気分が良くない。実際の2五歩に同歩と取って同桂で
で銀はやっぱ取られたくないですから上がると香車取られちゃうんで2二銀と引くんですけど、この格好はやっぱ不安定なんですよね。不安定、ちょっとやっぱ見た感じ気持ち悪いですよね。ただこれがね、受けが好きな方とかですと振り飛車もね守りの桂が飛んでるんだから実際本譜2四歩と桂馬取れるんだからとも言えるんですけれども、やはり指してるとね気持ちがあまり良くないんですよね。ただこれあまり人気がないっていうのはね、この2五歩同歩同桂っていうもうこう玉頭をやっぱ攻められちゃうっていうのは天守角美濃のどうしても泣きどころなので、この辺りがねもし天守角美濃を指した場合には気をつけないといけないですし、指された場合にはいつでもこう2五歩同歩同桂っていうのはねチャンスがあればやってみたいとこですね。実際2二銀と我慢しまして、これに対して、6六角とねちょっと揺さぶられただけちょっと気持ち悪いですよね。で6六角に対して、ただね、8六歩がこれは絶対覚えてほしい手筋で、この時にすぐ2四歩と打つと、7五歩と飛車取りに突かれて、8四飛車7四歩と突かれるとこれは困っちゃいますね。もう飛車取りと桂取りダブルになっちゃうんでね。でこの瞬間に8六歩と突くことによってこれはね、7五歩なら歩を成って攻め合ってしまえばいいですしね。実戦は8六同歩だったんですけど、この8六同歩と利かしてから2四歩と打つことで、7五歩に8四飛車と実際こう進んだんですけどね、この時に8六飛車が残るんですね。ですので8六の突き捨てはとっても大事な手、これで7四歩なら8六飛車で、むしろ居飛車大成功となるわけですね。ですので実際はこの8四飛車に対して7六飛車といったんですけど、一手ね稼げてこの瞬間に2五歩と飛んできた桂馬を取れて、これでね桂馬取れてよかったなって感じなんですけれども、一旦はこう収まったんですけどね。ただ7五歩、7四歩とついて、飛車取りで7五歩と打ってね、これは手筋の受けで、桂馬を取って飛車を取って飛車を取って釣り合いなんですけど、ここで2四歩とね、この手がね常に嫌なんですよね。桂馬が取れたんですけどやっぱりこう歩打たれて、逃げとく手もあったとは思うんですけど、逃げたとしてもちょっと気持ちが良くない格好ですよね。実戦は同玉とね、取ったんですけど、こうしておいてが7五角とさばいてこられまして、これはね、玉がこう浮いたことによって7四飛車というテクニックで受かればいいんですけど、この時に、3一角成ともう強く角を取られて7六飛車だと2二馬と、この時に玉が下ですとねこう取れるんですけど、2四歩同玉とやってることでこれは持たないですね。王様露出しちゃうんでねとさばかれちゃうと。なんかこう同じ美濃囲いなんですけれども、常にちょっとこう気を使わないといけないっていうね、それがちょっと天守閣美濃の泣きどころといえば泣きどころですね。実際7五角に対して、歩が2枚こちらですね、すいません。同角とね取ったんですが同飛車と取ってね、で、ここで、私の方は、4六桂と打ちました。でこの4六桂っていうのがもちろんこう両取りでなんですけど、どちらかというと受けの手なんですね。というのもこれ先手番が来るとね4六角とここに打つ手がね絶好弾になるんですね。ですのでやはりここの位を取っとくっていうのはここにね角を打つっていう形を作るっていうのもあるんですよね。もちろんこう4四歩4三金になるとこうね角のラインが効かなくなるってもあるんですけど、とにかくこれ角打たれるとね、非常に好位置の角になるので、4六桂はね両取りで当然気持ちのいい攻めなんですけど、どちらかというと取るよりは角を打たれないという受けの手になります。で4六桂に対して7三歩成と堂々とね先手の方取ってきました。ただここで喜んでねどっちか取っちゃうと取った後に角打ちが残るということですね。実際はこの角に7三歩成6六角と打ちました。ここね、飛車両取りでね角を自陣に引かしたんですけれども7七角と、この辺り相手の方非常にうまい指し方でしたね。飛車を取れば2二角成で、これ飛車が取れてもね角がすごい使いにくい駒になっちゃうんでね、2二角成と急所の方取られちゃう方が痛いですね。ですので、6六角、7七角です同角成で取ったんですけど同飛車で、振り飛車をね非常に使い慣れてる方ですね。これで、形勢的にはどうかというとね、駒の損とかあまりないんですけど、やはりこう玉の不安定さがねあるのでね、ここはちょっと私の方もね長考になりましたね。金を取るだけなら楽なんですけど、4六角とね打たれる形が嫌な格好なんでね、
まあ実戦はもう8六飛車は勝負手ですね。はい。で8七歩と打たれるんですけど、6六飛車とね、もう飛車を捨てて勝負。まあこの飛車がここにいたまんまで抑え込まれちゃう方がよっぽど嫌だと。まあもうで行って場合によっては飛車を切っちゃうと。でこの時に6七金と上がれば飛車は捕まるんですけど、それに対しては7六歩と打って、同金ですと6八九飛車成、まあ同飛車なら飛車交換でよし、まあ7八飛車といえば飛車が捕まってるんですが、6七飛車成と取って、同銀に5五角と。まあこれがね私の読み筋で、まあこのラインに急所に先着すると。まあこれはまずですかね。香車を取って攻めも続く格好ですし、一発7六歩取ったことでこの飛車はちょっと中途半端な駒になってるんでね、まあ、これもあったと思うんですけどね、相手の方は、ここで4七銀引と、まあ、ただこれはね飛車前の勝負手が通った格好ですよね。5五角と打って、まあ、ここからは少しね振り飛車ペースかなと。3七桂と打ったんですが、桂打って同銀で角打ったんです。すみません、桂金取ってから角を打って桂馬を打って、で3七桂に対して、6八飛車成と。やっぱりこう抑え込まれそうな飛車は成れましたしね、角を打たれてないですから。ただ相手の方もここからしぶとかったですね。はい、6三と寄って同金に5六と。まあこれが振り飛車ならではの手ですよね。飛車を取られちゃうからって、飛車をこう、逃げとく手もあるんですけど、こうなって逃げたりするとね、もう場合によっては2六金とか4六金とかどんどん攻められてね、角が強烈ということで、むしろこの角をね移動させてとにかくこれ角打ちたいということですね。はい。で5六に対して7七角成同桂。まあここもシンプルに桂馬取っとく手もありましたかね。振り飛車側もね取って、こう4六角を打たれるけど、2三玉と引いてね、2四歩なら玉を引いて、これも難しかったと思いますね。この辺までは気持ち、ね、先手も気持ちがいいですけど、この後一押しがなければね、飛車金桂持ってますから、2六桂とか、あるいは2六飛車から3六飛車とかね、いろいろ攻めはあるんで、これも有力だったと思いますね。はい。実戦は、同竜ではなくて、4六金とね、ちょっと筋はあまり良くないですけど、ベタッと打って、とにかくこれ角を打たせないと。ね、上部をね、制圧しちゃおうということですね。で、4六に対して5九角と。非常に粘りのある手ですよね。この角も一見ギョッとするんですけど、竜が逃げれば、6八角打ちと打って、あくまでこう、狙っちゃおうということでね。なかなか、相手の方非常に腰が重いなと。で、これで6八飛車と打って、6八角、同飛車成と。はい、なりました。で、6四歩と。王様は常にね、このちょっと中途半端なところで叩かないといけないっていうのはやっぱりね、繰り返しなんですけど、天守閣の嫌なところですよね。居飛車穴熊だったらやっぱり王様の形が見えないんでね。6四歩に対してね、同金とか、同竜とかゆっくりさせてもらったと思うんですけどね、強く、7七竜で攻め合いです。で、6三歩成と金を取って、2六桂がね、先手私の狙いの一手なんですけど、4七金と頑張って、こう金を取られるとね、やっぱ受けに使われるというのがね、ネックですね、私の方も。そして、3八桂成と取って同金と。ずっとねここにとにかく角を打ちたいというか続いてますね。これ4七金と取る手もあったと思うんですけど、同銀の後に、4六に角打つ手を狙ってくると。これもあったと思うんですけどね、これで角を打っとくような手もね。実戦は6八竜と入りました。この銀取りがね意外と受けにくくて、金を引いたりするとね金が威張っちゃうんでね、実戦は4六金と取ったんですが、5八竜と。今度は側面からの攻めに切り替えましてね、ただ後手の方もここから打ってね、すぐはちょっと困ったんですけど、3五角から同歩同金って感じで攻めてくる手が出てきてるんで、そんなに楽ではないというかね、ちょっと怖い格好ではもちろんありますね。はい。実際に4八金打と1回受けて、6九竜と。どうですかね、この時に5二とと入ったんですけれども、何かね、受けといた方が良かったかもしれないですね。5二とと入らずに、どうするんでしたかね。でもこう、桂馬を受けるとか、ちょっと辛いですけどね、少し私の方が優勢ですかね。ただ受けといた方がなかったと思います。5二とだったんで、
この時ね2七銀と打った方が良かったですね。私もここでね1七銀と2七銀両方あったんですけど、実際1五歩とついたんですけど、これすぐ2七銀と打った方が寄せとしては早かったですね。同玉なら2九竜で詰みの形ですし、同金も3九角からね打っていく筋があるんで、実際1五歩と、ちょっとこれ危険な手で1五歩に対してね、何かこの受けた方が良かったですね。実戦は例えば3九桂とかね、何かね、これもちょっと1五歩と取り込んで優勢だと思うんですけどね、実戦は4七金引きと引いたんですが、今度こそね、1七銀が、決まりましたね。ちょっと一瞬ね2七のと良かったんですけど、この手順で決まりました。で同玉なら1九竜で合駒に2六銀と角銀持ってますからね、実戦は同香と応じたんですが、1九、銀と打ちまして、でこの時に香車をね釣り上げた方がですね、2七玉ですと2九竜と回って合駒に、ちょうど角持ってるんでねぴったり角で詰みですね。実戦は、1八玉と寄ったんですが2九角と打って、意外と狭い格好ですね。銀を取ると3八角成の空き王手で合駒して今取った金をこう打てば詰みとなりますね。で、3八角2九角に2七玉なんですが3八角成と、王手を継続しまして、同玉ですとね2八金と打つと、直前にね金をこう引いたのでね、引いてないとこう上がる形があったんですけど、引いたので詰みとなります。実戦は同金と取ったんですが、もちろん金なんですけどね2九竜と回って、2八歩と受けたんですが2六金と打って、最後はね一手詰めまで指して先手の投了となりました。いかがだったでしょうか。今回はですね、少量で指しました対局の解説編をお届けいたしました。今回はね、天守閣美濃振り飛車に対して天守閣美濃を使ったんですけれども、相手はまた非常に振り飛車を指し慣れているということもあったんですけれども、天守閣美濃というのはねちょっと不安定であった戦いをね強いられることもあるんですよね。ただねしっかり急所を抑えて、指すことができればやはり美濃囲いのね左美濃の硬さもいきますので、そういったところをね皆様の対局のね参考にしていただければなと思っております。この動画が良かった方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。